多色印刷やってみたいけどデスクも狭いし予算も抑えたい。フラッシュ表示の AD5X6 万円切りで4色印刷ができる Core XY 機です。こちら見てください。招き猫、赤、金、黒、白の4色マルチカラー印刷です。35時間かかっていますが Core XY だから安定して乾燥してます。今日はこのフラッシュ表示 AD5X を開封からテスト印刷まで全部やっていきます。こんにちは、東京九段工作ラボへようこそ。今日ご紹介するのはフラッシュ表示の AD5X です。フラッシュ表示さんからご提供いただいてます。フラッシュ表示は2011年に中国で創業した 3D プリンターの専業メーカーで世界中で使われています。日本だと2018年に出たアドベンチャー3という機種が初心者向けの定番として人気が出ました。そのフラッシュ表示が多色へ×Core XY で出してきたのが今回の AD5X です。開封から設置、テスト印刷までの流れを一通りご紹介していきます。開封の前に AD5X の特徴をちょっと見ていきましょう。3D プリンターって動き方にいくつか種類があって、家庭用でよく見るのは印刷台が前後に動くベッドスリンガーというタイプです。バンブーラボの A1 シリーズとかがそうですね。一方 AD5X が採用しているのは Core XY という方式で、軽いヘッドだけが縦横に動いて重たい台は上下にしか動きません。重いものをあまり動かさないから早く動かしてもブレにくいんです。で AD5X のもう一つの特徴が多色印刷のためのフィラメントの切り替え機構が本体にくっついていることです。 IFS インテリジェントフィラメントシステムって呼ばれてます。例えばバンブーラボの A1 シリーズだと AMS ライトっていう別ユニットを横に置く必要があるんですけど AD5X がそれが本体と一体になっているのでその分コンパクトです。実際に並べてみると結構差があるのでわかると思います。後で見てみましょう。つまり AD5X は小スペースで多色が使える Core XY というポジションです。では開封していきましょう。箱を開けて梱包材を外したらナイロン袋をそのまま引き上げて台の上に乗せます。プリンターの中に詰まっている梱包材の中に必要なものが全部詰まっていますので注意深く外してパーツを取り出していきましょう。マルチカラーのテストプリントのための4色フィラメントもついてます。これらをすべて取り出したらパーツがすべて揃っているか説明書と照らし合わせて確認しましょう。まずディスプレイを取り付けます。次に IFS4 色マルチカラーモジュールのセットです。取り付け板を固定して IFS モジュールを回転クリップでプリンター本体に固定します。そしたらガイドチューブを挿入してエクストルーダーに接続、ネジで固定していきます。バックルで駆動ケーブルとガイドチューブをまとめて接続。最後に IFS ケーブルを4色モジュールと本体背面のポードにつないだら、続いてフィラメントのスプールを4つ取り付けます。スプールホルダーに番号ラベルがついているので本体側の対応する番号と合わせてセットしてください。最後にビルドプレートに3箇所ネジ止めされている場所があります。矢印の印に従ってネジを外してください。はい、これで設置はすべて完了です。お疲れ様でした。ここからセットアップとテスト印刷を一気にやっていきます。特にテスト印刷春節カラーの招き猫を4色で刷ってみたので最後まで見ていってください。このチャンネルでは今回のような新しい 3D プリンターのレビューや生成 AI による 3D モデリング、3D プリンターをもっと楽しむアイデアなどを紹介しています。次の動画を見逃す前にチャンネル登録をよろしくお願いします。電源を入れると初回セットアップが始まります。言語選択して Wi-Fi を接続すると自動でキャリブレーションが始まります。画面の指示通りに勝手に進んでいくのでこれで全て完了になります。今回はフラッシュフォージのシルク PLA を使っていきます。
ちなみにこのタッチパネルちょっとしっかりめに押してあげるのがコツです。スマホみたいにさっと触ると反応しないことがあるので、気持ちゆっくり押してみてください。フィラメントのロードの確認をタップしたら、あとは自動で引き込んでくれます。手で押し込む必要はありません。ではテスト印刷いきます。まずは本体に内蔵されているデータでフラッシュ表示のマークを2色で、次にオルカスライサーの XYZ キューブを赤と白の2色で、これも綺麗ですね。色の切れ替え部分を見ても前の色が混ざったりしてないですね。すごい綺麗です。では次に内蔵されているデータの 3D ベンチカラー印刷バージョンを印刷していきましょう。ちなみにカラー印刷の時に必ず出るフィラメントのパージのゴミなんですけど、ちゃんとゴミ受けを使っておかないとこんな感じで後ろに散らばっちゃいます。パージ受けは必須ですね。では最後にちょっと難しい4色印刷を始めていきましょう。ちょうど春節の時期だったので招き猫を4色で印刷しました。フィラメントはフラッシュ表示のシルク、スライサーはオルカフラッシュ表示を使います。ダウンロードリンクは概要欄に貼っておきます。これはフラッシュ表示の AD5X 用にカスタマイズされたスライサーで、基本的にはバンブースタジオやオルカスライサーと同じような使い勝手です。招き猫の STL ファイルはメーカーワールドからダウンロードしてオルカフラッシュ表示に取り込みます。4色の塗り分けも簡単にできます。操作方法はバンブースタジオと同じような感じです。色を塗ったらそのまま印刷に進みます。今回あえて3つ同時に印刷してます。多色って1層ごとに色を切り替えるんですけど、3個並べても時間は3倍にはならないんです。パージの量も同じで3個するから3倍になるわけじゃない。つまり1体あたりのコストで見るとまとめて吸った方がお得なんです。招き猫完成しました。約35時間かかりました。ほぼ丸2日ですね。その間一度も止まらず印刷してくれました。この長時間回して乾燥するかどうかっていうのは大事ですよね。そこはしっかりクリアしてくれました。さてシングルノズルのマルチカラーで気になるのがパージの量ですよね。色を切り替えるたびに前の色を押し出して捨てる必要があるので、どうしてもフィラメントのロスが出ます。今回の招き猫3体の実測を出しておくと、本体に使ったフィラメントが 44g、 パージタワーが 11g、 廃棄フィラメントいわゆるプープが 386g です。これは AD5X に限ったお話ではなくて、シングルノズルのマルチカラー機では避けられないものです。ただ実際にどのくらい出るのかは知っておいた方がいいと思うので参考にしてみてください。ところでこの AD5X 結構コンパクトなんですよ。多色ユニットが本体にくっついているので場所をあまり取りません。実際にどのくらいコンパクトなのか、同じ価格帯のマルチカラー機と並べて比べてみましょう。バンブーラボの A1 と並べてみました。サイズ感わかりますでしょうか。今日はフラッシュ表示さんの AD5X の開封とテスト印刷のご紹介をしていきました。予算を抑えて多色を試してみたいなら AD5X は選択肢に入ると思います。59,400円で4色印刷ができて、多色ユニットもここの横についてるから割とコンパクトです。ただスライサー周りの使い勝手は正直まだバンブースタジオほどこなれてない部分もあります。ここは今後のアップデートに期待したいところです。この招き猫たちも可愛くできてすごい満足ですね。このフラッシュ表示のシルクフィラメントすごく綺麗なんですよね。積層痕が割と目立たないと思いませんか？気になった方は概要欄にフィラメントのリンクを貼っておきますので見てみてください。こうなると、次は何を印刷しようかなってなりますよね。せっかくおめでたい色のフィラメントがあるので何をすろうかと今ちょっと悩んでます。 AD5X でこれ印刷してほしいっていうのがあればぜひコメント欄で教えてください。実際に印刷してみます。もしこの動画が参考になったらぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。